10世紀の宮廷道化師のジシンモは犬に追いかけられた時に度を越したことをしました。皇帝に向かって人を噛まないように自分の子供たちをしつけるべきだとからかったのです。皇帝は怒り彼に矢を放ちました。ジシンモは命乞いなどせずさらに冗談を言いました。幸いにもこの冗談は受けたので矢は放たれませんでした。一般の理解とは異なり、宮廷道化師は中世ヨーロッパに限られたものではなく他の時代や文化圏にもありました。最初に確実に記録された道化師は紀元前7世紀の中国の道化師楊氏です。彼は道化師の言葉は人を傷つけないとしました。この特権は道化師には重要でしたが時に乱用されました。道化師は権力と独特な関係がありました。あざけりの対象とされることもあれば芸人や信頼できる仲間としても見なされました。彼らはさまざまな方法で道化師になりました。身体的神経学的な特徴でなる者もいれば芸人の中から選ばれたり帝臣にスカウトされたり。1530年代にある使用人がヘンリー8世の大臣に手紙を書いた時の話です。彼は年老いた宮廷道化師のセクステンを交代させるためずっと愉快な道化師がいるとある若い少年を推薦しました。道化師にはヘンリー2世に仕えたヘコキのローランドなどユニークな才能を持つ者もいました。彼は毎年クリスマスに特別な芸を披露し最後にはジャンプと口笛とヘコキを同時に行ったのです。道化師は大事な意思決定に関与することもありました。例えばシエラネバダのトゥバトゥラバル族の道化師は酋長に統率力がないと判断したら長老たちに新しい酋長を指名させることができました。もちろんジシンモは皇帝を手玉に取る術を知っていました。地方の行政官が皇帝に対し狩りの最中に農地を荒らさないよう頼んだところ怒った皇帝は行政官を引っ張り出しました。ジシンモは皇帝に対し冗談っぽく提案しました。行政官を直ちに処刑し農民は納税させる代わりに餓死させ皇帝は農地を自由にかければよいと。おそらく自らの愚かさを理解した皇帝は笑い行政官を許しました。1596年フランスの男に死刑判決が下されました。記録上比較的少数の女性道化師であるマチュリーヌは報酬と引き換えに本件に関わりました。彼女の助けを得て男の妻はヘンリー4世に夫の命乞いをし成功しました。稀に道化師たちはクビになったり処刑されたりしました。からかいや誹謗中傷が行き過ぎたためです。1638年にスコットランドの道化師アーチー・アームストロングはカンタベリー大司教との対立関係をさらに悪化させました。大司教は聖公会の祈祷書を改訂しましたがこれは強い反感を生み暴動を引き起こしました。この機会に乗じ大司教をさらにバカにしようとアーチーがバカは誰かなと尋ねると宮廷から追放されました。大司教が逮捕された3年後彼をバカにした冊子が出回りましたがアーチーの仕業以外に考えられないと言われました。一方で堂々と君主たちを侮辱してもお咎めを受けない道化師もいました。11世紀のペルシアの道化師タルハクはスルタンが寝取られていると言い妻の不貞をアンに伝えました。ある日スルタンはタルハクの膝の上に頭を乗せて休んでいるとタルハクはこう聞かれたとされます。お前と寝取られた者たちの関係は？タルハクは私は彼らの枕ですと答えました。19世紀にペルシアの王が食料が不足していないか尋ねると道化師のカリム司令は茶化しました。はい、あなたが1日5回しか食事をとっていないのを拝見していますと。支配者は神に任命されたものと考えられていた時代でさえ道化師の中には権力者に対し真実を直接語り謎かけや冗談や寸劇を使って真の愚か者が誰かを明らかにする者もいました。歴史を学ぶのがお好きならぜひこのチャンネルに登録してください。過去の教訓は今私たちが直面している問題の解決に役立つかもしれません。